こんにちは、ミニメロン伝説です。皆さん、もこもこ毛糸を使いたい季節がやってきましたね。でも、編んでも目が見えなくてほどいたり、諦めた経験はありませんか？今日紹介するコツを知らないで編んでしまうと、何度もほどいて大変労力と時間がかかってしまいます。ですので、今日コツを習得して、もこもこ毛糸得意になっちゃいましょう。しかも今日紹介するバッグは細編み長編みを繰り返すだけ、底糸やハンドルを使っているので簡単です。材料はほとんどダイソーなので経済的なのもいいですよね。では材料紹介していきます。材料はこちらになります。極太毛糸の代わりに合太または並太毛糸を2本取りでも大丈夫です。ピンクと茶色のバッグの材料はこちらです。モコカフェとポリエステル毛糸は引き揃えて編みました。底板は楕円を使いました。白いバッグの材料はこちらです。モコカフェとシェノンは引き揃えて編みました。底板は長方形を使いました。ハンドルはダイソーの透明ハンドルを使いたかったのですが、売ってなかったので楽天で購入しました。購入したリンクは概要欄に貼っておきます。こちらは楕円の底板の細編みの数です。赤い数字から半時計回りに編んでいきます。こちらは長方形の底板の細編みの数です。赤い数字から半時計回りに編んでいきます。今回はこの長方形の底板を使って説明をします。合太毛糸を2本取りで編みます。本当は極太1本が良かったんですが、合太2本でも大丈夫です。底板に編んでいきます。このふっくらしたのが表面で、この平らで硬いのが裏面になります。今回は裏面が見えるようにして編んでいきます。ここの真ん中の穴の左隣から編み始めます。最初は7号針で編んでいきます。鎖編み1回、細編み2回、最初の目なのでマーカーをつけます。細編み1回、糸端を中に巻き込んで編みます。細編み2回、細編み1回、細編み2回と細編み1回を交互にしていきます。細編み2回、細編み1回、
最後の目なのでマーカーをつけます。引き抜き編み、7号針から8号針に変えます。鎖編み1回、それぞれの目に細編みをしていきます。引き抜き編み、糸を交換します。モコモコ毛糸と中細毛糸を引き揃えて編みます。鎖編み3回、後ろの糸を引っ張ります。それぞれの目に長編みをします。糸端を中に巻き込んで編みます。後ろの糸が邪魔なので、糸始末できる長さを残して切ります。
目が見えづらいのでマーカーをつけたまま引き抜きます。鎖編み3回。赤いマーカーの隣の目に編んでいきます。指を入れると目の位置がわかります。画面だと見えづらいですが、引き揃えた中細毛糸が上から見えます。この2つの方法で編んでいけばモコモコ毛糸は簡単です。それぞれの目に長編みをします。今はパート2の2段目です。この調子でパート2、4段目まで編みましょう。4段目まで編みました。引き抜き編み、合い太毛糸2本に変えます。鎖編み1回。後ろの糸を引っ張ります。それぞれの目に細編みをします。赤いマーカーの目から編み始めます。糸端を巻き込んで編みます。糸端を引っ張るときれいになります。指を入れて目の確認をしましょう。後ろの糸を切ります。
き抜き編み、鎖編み1回、細編み、今はパート3の2段目です。5段目まで編んでください。5段目編み終わりました。引き抜き編み、モコモコ毛糸と中細毛糸に変えます。鎖編み3回、この赤いマーカーの隣に長編みをします。糸端を巻き込んで編みます。パート2ではモコモコ毛糸を4段編みましたが、パート4では3段編みます。今はパート4の1段目です。3段目まで編んでください。モコモコ毛糸3段編みました。このようにぺったんこに閉じた時に端になる2つの目にマーカーをつけます。引き抜き編み、糸を交換します。鎖編み1回、細編み、今編んだ赤いマーカーの目からこの右側のマーカーの目まで細編みの往復編みをします。
鎖編み1回、細編み、パート5の2段目が終わりました。このように往復編みを5段目までしてください。5段目が編み終わりました。ここの糸を切ってなかったので切ります。糸を交換します。鎖編み3回、マーカーの左隣の目に編みます。糸端は巻き込んで編みます。長編み、鎖編み3回、
長編み、2段目編み終わりました。この透明のハンドルを使います。本当はダイソーの透明ハンドルを購入したかったのですが、なかったので楽天で購入しました。購入リンクは概要欄に貼っておきます。鎖編み1回、それぞれの目に細編みをします。最後の目を編みます。最後に鎖編みをして切ります。糸を引っ張ります。この糸を切ります。ハンドルを編みました。反対側も同じようにマーカーからマーカーまで編みます。鎖編み1回、細編み、
パート6とパート7と同じようにハンドルまで編んでください。両側にハンドルを編みました。糸端を処理していきます。糸端が外に出ている状態です。わかりやすいこの糸で説明します。8号針をバッグの中から外に刺します。かぎ針に糸をかけて中に出します。すべての糸端を同じようにバッグの中に出します。端の糸はそのままで大丈夫です。バッグを裏返します。裏返すと糸端が外側にある状態です。わかりやすいこの糸を糸始末します。糸始末完了です。他の糸端も同じように糸始末してください。すべての糸始末が完了しました。バッグを裏返します。これで完成です。今回はいかがでしたでしょうか。もこもこ毛糸得意になれましたか。おさらいをすると、もこもこ毛糸のコツ、1つ目は中細毛糸と引き揃えて編むこと、2つ目は指を入れて目の位置を確認することでした。質問がありましたら YouTube のコメント欄でも大丈夫ですし、画像付きで質問したい方は Instagram に DM していただければ返信いたします。左側は日本語アカウント、右側は英語アカウントになります。SNS で編んだよーと投稿してもらえるととても励みになりますので、ぜひタグ付け投稿してみてください。